まず正しい叱り方、正しい叱り方、正しい叱り方っていうものがこういうふうに叱るのが正しいということがあるわけじゃないんですね。ただ正しいその文脈で、叱るべき文脈で、叱るべきタイミングで、そして、また相手がその叱られるということに対してちゃんとそれを受け止める力がある人に対しては、叱るということは指導者としてあると思いますね。それはその指導者の人は経験の中でそのぴったりのタイミング、あるいは叱らなければいけないタイミングで叱る。それが正しい叱り方。だから一律でその正しい叱り方っていうのは決まっているわけじゃないんですね。その先生によって叱り方ってみんな違うんですが、ただその叱るべき時に叱るべきタイミングで、そしてまた相手のその生徒さんとかね、子供とかっていうことになるでしょうかね。そのタイミングを見て、叱るというのが正しい叱り方になります。で、叱ると怒るっていうのは全く違って、怒るっていうのはただ感情的になってガヤガヤガヤということですけど、興奮して怒りが出てきてしまうということですけど、叱るっていうのは相手に気づかせるために、何か大切なことを気づかせるために、その相手に対して少し強い口調でね、相手にその印象に残るように叱る。で、叱ることがいいのか悪いのかって言ったら、その先ほど言ったように叱るべきタイミングで、叱るべきその文脈で、状況で、そしてその叱られる側のやっぱり力量っていうのをちゃんと見て叱るであれば非常に効果を発揮することがありますね。で、例えば赤ちゃんにいきなり叱っても、それはもう赤ちゃんはなんで自分が叱られてるかわからないですよね。で、もう自分が攻撃されたとかショックでしかないので、その叱られたことによってそこにメッセージが、伝えたいものが伝わらないっていう。なので赤ちゃんにどんなに叱ってももうただ泣くだけです。ただその赤ちゃんがだんだん成長してきてね、例えば親が本当に危険だって思うときは、何々ちゃんダメよなんて言ってられない時っていうのがあるわけですね。そんなこと言ってたら子供がボーンとものすごい危ない目に遭ってしまう時とか、そういう時は警告をちゃんと発して、そして守るべきものが守ってあげなかったら、危うき命っていうのは本当に一瞬にしてもう二度と取り返しのつかないことになったりするんですね。ですからそういう時っていうのは、親も叱ってあげなきゃいけない。そのことによってその子の中に叱られた、こういう時に叱られたっていうのが印象に残りますから、だからそのことが次から、これは危ない状況だな、これをやったら叱られるな、だからやらないでおこうと思って救われることっていうのはいっぱいあるんですね。ですから叱るべき時というのは本当にその危機の時とかね、その人を守ろうとする時とか、あるいはその人を今度逆に押し上げようとする時、そういう時は必要なタイミングには厳しく叱るっていうことは必要だと思いますね。その子が越えるべきハードルっていうのを、なかなか甘えて越えられないとかね。で、そういう場合はやはり指導者の人が叱ってあげるっていう必要がありますが、子育てとか、何かスポーツの指導っていうと分かりやすいと思いますね。叱ることがダメならば名監督って人全く怒らないと思うんですけども、怒るというか叱らないと思うんですけど、叱る監督って言いますよね。で、それは褒めることもするし叱ることもするけれども、そのタイミング状況っていうのをちゃんと叱っている人が分かって叱らないと、それは効果を発揮しない。なんでそんなうるさいこと言われるんだよって終わってしまうということですね。ですから最初の初心者のうちとか幼きうち、叱られていることのメッセージがあまりよくわからないうちというのは叱っても相手に響かないので意味がないんですけれども、理解ができるようになってきたり、越えなければいけないハードルに突き当たっている時とかで、そういう時は叱ってあげることによって
何クソとかね、よしとか、うわっと超えることがあるんですね。ですからそれを指導者、名指導者と言われる方はちゃんと分かっていて、自分も通ってきたハードルなのでね、ここで甘やかしてはいけないと思った時には叱られるでしょうね。でそれがそのぴったりの状況が分かるっていうことは、やはりその指導する側とか親とか先輩とかはやはりちゃんとそういうタイミングっていうのを自分も通ってきてるのでよく分かってるんですね。そうだから怒るというのと叱るというのは違う。で叱るべきタイミング、文脈、状況、また叱ってそれが通じる相手に叱ってあげるっていうのはとっても大事なことですね。ですから正しい叱り方というのはもう本当その正しい状況を掴んで叱るということが正しい叱り方です。あとはもうなんか言葉とか表現とかその人によるんじゃないですかね。というのが正しい叱り方で、じゃあ正しい叱られ方は何かって言ったら、私もお弟子さんおられますけれども、ね、一緒にこう福厳寺でお弟子さんたちが修行なさってますけれども、その入ってきたばっかりのお弟子さん、まだその叱るタイミングにないお弟子さんっていうのはいるんですね。こちらがその叱ってもそういう状況にまだそこまで育ってないという人ね。特に最初のうちの修行者の人たちを叱っても萎縮するだけなので、そう別に叱ることもありませんし、けれどもやはりだんだんその人が少しずつ育ってきて、先ほど言ったように超えなければいけないハードルっていうのが出てきた時に私も厳しく叱ったりします。で叱るっていうことはでもそれなりに認められてるっていう証拠なんですね。ですから何か叱られた時というのは、なんで叱られたって言って怯えるんじゃなくて、びっくりすると思いますけど、なんで先生は叱ったのかなとかね、なんで自分は叱られたのかなっていう、そのことをやっぱりちゃんと捉えるべきだと思うんです。で自分の人格を別に否定されてるわけじゃなくて、ここで自分が弱気になったり、ここで自分が甘えたり、ここを気をつけなきゃいけないんだなっていうポイントを教えてくださろうとしてそれを叱るわけですよね。で、いやそんな叱らなくても優しくこうやって教えてくれればいいじゃないですかって思うかもしれないんですけど、これはね本当人育てということをしたことがある人だったらわかると思いますが、叱るべき時に叱るべきタイミングね、というものを捉えて先生が叱ってくださってるんですから、叱られたってだから自分はダメなんだじゃなくて、違うんですよね。自分はここ頑張ったらポンと伸びるかもしれないから先生が叱ってくれてると思って、なんで叱られたんだろうっていうことをちゃんと捉えに行くというのが正しい叱られ方ですね。で、指導者によっては先生によってはそこでなんで僕叱られるんですかって言うと、もう叱ってくれないですよね。この子は受け止められないんだなと、そこが分からないんだなと思うと、叱るべきタイミングじゃないんだなと。で大概叱るべきタイミングというのは結構ですね、その人に伸びしろがあったり、なんでしょう、かなりいいところまで来てる時にやっぱり叱られますよね。本当に箸にも棒にもかからない、全くバブーバブーって言ってる赤ちゃんの場合は叱るよりもおっぱい飲ませた方がいいでしょ。そうだからその時よく頑張ってるね頑張ってるね。ですから私も常々お弟子さんに言ってるんですけども、褒められてるうちはまだあんまり認められてないというか、伸びてきてないんだって、けれども本当にこの人が伸びてきて超えるべきハードルっていうのが出てきたらやっぱり叱りに行きますよね。ですからぜひ叱られるにはやっぱり伸びしろがあるんだってそう思って、なんで叱られてるんだろうということをちゃんと捉えるといいということですね。から、最後にですね、その叱ることがいいとか良くないとかじゃなくて、今の叱られるっていうのは例えば指導者とか先生とかね、そういう、親とかっていうことだと思うんですが、ただ理不尽に自分が気分が悪いから怒ってるっていうだけの親とか先生とかっていうのは確かにいると思うんですけど、そうじゃなくて自分のことを本当に思って叱ってくれてる、あるいは生徒のことを本当に考えて叱っているっ
っていうことは必ず相手に通じます。で叱られる側も叱ることがいいとか褒めることがいいとかどっちがいいんですかって時々私も聞かれるんですが、どちらでもいいんですよ。それより大事なことは叱られる側、これは前提として先生と生徒とか親と子供っていうことだと思うんですけど、ここにねお互いに尊敬し合える関係、特にその生徒とか子供側から親とか先生を尊敬する関係にない場合、褒めても叱っても全く効きません。自分が尊敬している先生からは叱られてもちゃんと受け止められるんですね。尊敬している親からはやっぱりちゃんと受け止められるんです。ですから叱る褒める正しい叱り方ってもっと手前の話で、やはり先生とか指導者とか親とかっていう立場の人はやっぱり子供から先生だから親だから尊敬しなさいじゃないけど、分かりますよね。人としてこの人は尊敬できる人かどうかっていう、それが大事なことです。でそういう、あり方を先生とか指導者とか親がしていれば、先生は親はどっかで本気で自分を育てようと思って叱ってくれてるんだなっていうことはちゃんと伝わってますね。だからその叱られる褒められる、それがいいとか悪いっていう話ではないってことですね。もっと手前の話で、そこに信頼関係があるかということがとても大事です。ですから生徒さんの方も本当に信頼できる先生から、ど叱られてもいいと思う先生から、いやむしろ叱ってくださいって思う先生から学んだ方がいいですね。でそれを今はいろいろ選択できる時代になりました。学校だとなかなかそうはいけませんが、でも何か叱られるってことはそこに自分に対して伝えたいメッセージがあるんだなって、そこを汲み取れる力がある人っていうのは生徒としても伸びていきますし、もしくはね何かそうと思ってまたそこから奮起していくっていうこともできますし、また叱る側もねそこで本気にこの人が伸びてほしいって、でその生徒とか子供以上にその子の成長を望んでいる、その人の成長を望んでいる先生とか親だったら遠慮せずにバチンと叱ったらいいと思うんですね。もちろんその手を挙げるとか暴力を振るうとか、それはね良くないですけども、叱るべき時に叱るべきタイミングで叱ってあげないと伸びないものは伸びなかったりもします。褒めて伸びるタイプ、叱って伸びるタイプいろいろいますけども、そこもちゃんと観察していれば、よく愛情を持って見てれば、ね、ちゃんと分かってくるもんなんですね。けれどもとにかく真剣にこの人に伝えたいことがあるんだ、この先生から学びたいことがあるんだ、いや自分は成長したいんだと思うんであれば、叱られるっていうことにいちいちビクビクしたりそこにいちいち引っかかっているようではお互い成果を生みませんね。ですから先生もいろんな先生がいていろんな表現がある、親もいろんな親がいていろんな表現がある。でもそこにちゃんとねそこに愛情があるか、愛があるかってことがとても大事なことですねと私は思います。